体験版が配信されたので、少し触ります。おそらく次触るのは製品版だと思われる。会社名は生き物高速鉄道。なお初乗り210円です。案の定の高額運賃。程よく編集してる感が出るまでカット。すみません、日本語でお願いします。全くもってどういう状況なのかがつかめない形で秘書さんの登場。製品版ではアテレコするかもしれないですが、体験版はなんなら公式放送で知ってる人がほとんどなので、安心と信頼のカットということで。おやそれを俗に手抜きというか飛ばしすぎて尺が足りるのだろうか。まあそうなったらその時考える。それはさておき重大なことに気づいたのぜ。30秒も経過してるのに全くオチがないってことに。ここまで全くボケてこなかったことに気づいて取ってつけたボケがやっぱり寒かったなって思ってる胸中に犬首を刺しに来ないで。で、ゲームの方ではマスコンが追加されたところだね。だからといって何もありません。ちなみに録画上ではここら辺に録画時間が表示されるために何ボタンかわからずに葛藤してました。で、マスコンは何の変哲もないマスコンだね。時間の速さを変えられるマスコンが何の変哲もないはおかしい。まあでも基本的に、早送りするのが普通だと思われるので、今作では一層使うことがなさそう。で、オチどうしよう。それ今言っちゃうかな。なんやかんやあって線路が引けるようになったので線路を引いていきたいと思います。はい、ここからが実況者殺しの線路伏せ最初から実況者殺しというかもはや自殺してたよね。で、今回は大体用地があるところまでを伏線で敷設していこうと思うよ。まあこの後所沢営業部長に伏線計画を持ち込まれるっていう謎な状況が出来上がるんですが。公式の生放送でクビにされた男と書いて所沢部長とか色々無理がありすぎるのですが。まあ実際クビにされてたし、なんなら男だし。おっとそれ以上はいけない。長いので倍速で。そういえばだけど、今作豆腐を供給しなくても建物が建つようになってくれたのはすごくありがたい仕様変更だよね。まあそれでも豆腐は供給しないといけない模様なんだけど、駅が増えるたびに貨物の筋やら旅客の筋を組み直す作業。ほんと面倒くさくないですか？はいとまあなんか線路が引けましたとさ。で、この後ちょっとミスに気づきます。このまま伏線にすると右側を走ってる路線がかなりの虚無を走ることになることに。バカとは何ですかアホと言いなさい。そういえばだけど結局誠部長は男なのか女なのか、それともスティーブなのか。で、現状はスリッパ PC が1台しか組めない程度のリアカです。赤字は赤字なのぜ。というかスリッパとか言ってわかる人の方が少ねえだろ。自サカー界隈では常識だと思うんだけどな。これの動画。あ、一応補足しておくとスリッパってのはライゼンが出してる60万の CPU のことです。で、こっからしばらくはマジですることがないので、駅建設までバッサリカット。テンポよく行こうとするとマジで尺が余る。ほんとどうしたらいいのやら。ここには味方もいなかった。ちなみに、駅によって建設日数や、必要な資材の数が変わってきます。あと建設費用も変わってきます。ちなみに周囲の発展に差は出るのだろうか。あと駅ビルだね。いつか使いたい。それと貨物駅、荷下ろしの可能範囲が広いのが特徴。確かバイクライだっけ？そして裏では駅ビルを観察中。やっぱり今作はディティールが細かいですね。で、使い道がよくわからない車庫。今作って階層の設定やるの？後々出てくる運行設定では階層の設定ができなくて困惑した。これは駅構内誘致禁止は無理か？まあそのせいで駅が増えるごとにダイヤ改正しなきゃいけなくて面倒って嘆いてるんですけどね。で、どっちで建設するか悩み中です。何これ？で、結局安い方を選びました。駅舎が1マスなので後々駅ビルに回収するとかがやりづらいですがまあ、どうせクリアする気もないデータですし、初心者向け講座は他の人がやってくれることを期待して全力でガン無視の方向で、手抜きではなく楽できるところは楽しようというコンタ処分。で、現状は操作がわからなくて絶賛手こずっております。初心者の鏡。ホーム長を変更する方法をここでやっと確認します。おおよそ1分かかりました。君実況者向いてないよ。なんとか設置完了しました。で、こっからも割と待ちの時間が続きます。なので、怒涛の10倍速尺稼ぎじゃこいつは濃すぎて何も言えねえ。いや尺稼ぎしたいのかしたくないのかどっちなのぜ。もはや編集に負荷かかりすぎててフレーム落ちしちゃってて草を生やすな。あととんでもないことに気づいちゃったけど、
これ、聞くほどつまん気ないね。づくのが遅すぎるんだよな。何があったかをざっくり解説しておくと、観光ルートの確認をしたり、駅建設で使わなかった用地を売却したりしました。で、こっから運行計画を設定します。まあ使い方は皆さんご存知だと多分思われるので、気になる人はキングクリムゾンでもしてみもしかしてフォてください。ワールドって言おうとしてる？で、まあ特に何の変哲もない普通のダイヤを組んでくだけなので、興味ねえよって人は明興味日見てください。ないじゃなくて興味ないね。わかりにくすぎるボケをかまさないでいただきたい。かなりグダグダだったのでカットしました。安心と信頼の増した編集。とりあえず、営業時間を22時営業終了から23時営業終了に変更。で、ダイヤは折り返し駅、隣町も含む、で発車時刻毎時0分発設定。途中駅はデフォルトの5分で設定するよ。一応、現在所持している2編成が入線する番線は分けておくことにするよ。まあこれは気分の問題です。分けなくても特に問題が起きるとは思えないので、しばらく操作方法が分からずに格闘しているところをご覧一体ください。誰得なのか。飛ばしたい人は上に出てるゲージを参考にどうぞ。はい、設定終わりました。というかもう本当にすることないんですが、何しましょうかねとか言ってたら所沢営業部長がプランの話を持ちかけてきたので、列車開発でもしようと思います。すごく無駄な時間を過ごしてたので中身はバッサリカット。まあテンプレートから選ぶことしか現状はできないんでね。で、水族館なんてどこにもないのに水族館のラッピングカーを走らせようと思います。こういう編成を1編成だけ紛れ込ませるとかしてたら、明らかに設計図が足りなくなると思うのは私だけなのだろうか。そして誠さんに列車開発したことがバレます。収支のことを考えて開発しなさいとのことです。と入っても新規列車の開発は、ロマン重視なところもありますしね。最高速度やらか速度が上がるとダイヤ設定し直さなきゃいけないので割と私は列車開発しないんですが。そして損益計算書。眺めてる分には面白いですが、自分で作成しようとなると地獄の憎いあいつ。もしかして損益計算書に親でも殺されました？公式の生放送で特別損失の額が15億円とかになってて、一体何をしたのかがすごい気になったわけなんですが、普通は特別損失って通常発生しない損失なので、そんなに膨れ上がることはないんですよね。まあ気にしても無駄か。で、赤字です。どうやら製品版では前作同様詳細に項目が表示された設定もあるようなので何にいくらかかってるかがよりわかる模様。まあ、赤字か黒字か。あと奴がいくらを確認する人はいるのかな？せっかくなので全面展望でも見てみようかなと思います。担当直入に言ってネタ切れでございます。それはさておき今作はちゃんと人が歩いてて偉いなぁと思う。なんかマイナスボタンで GUI 消せるやん。
やっぱり前作と比べて、ディティールが良くなった分眺めてて飽きないですね。まあ前作も眺めてて飽きないか。なんか年間観光客数が1万人を超えたらしいです。でまあキリがいいので今回はこの辺で。また電話するね。主が始まる A 列車のサーバーを作ったらしいので、よかったら参加してあげてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知登録、よろしくお願いいたします。Twitter のフォローも概要欄からしていただけると幸いです。それではまた次回の動画で。